家ではね、なんだっけ、機械とか使ってきっちりやっていくんですよ。ミッドノットで僕で、現場に行くと PR、 これボビンノッターが一番小さいんで、これを持っていく感じ。でいいよ、折り返しても。何回かやって、あとはみんなこう平らに行くけども、下もうそうで、早すぎるって怒られるんですよ。もっと丁寧に負けって。最初ね、閉めるまでね、僕一回閉めてからやるんですよ。下手なんで閉め切らないんでいいと。これでメインライン切っちゃうタイプなんで何回も。特に決まったのは玉が隠れるぐらい。そうなんだろうな、上手な人ってなんかいつも決まった感じできっちり巻くじゃないですか。例えば海のサクラマスとかやってるとさ、寒いからこういうの早く終わりたいじゃん。でもそういう時はブーって一気にやっちゃうし、最後こっち僕ピーは危ないんだよね。これよくみんな炙るでしょ、最後ピーのヒゲも、なんかね、怖いんで危ないんですよ。とね、例えばなんだ、ルアーに結ぶことを考えるとさ、セミの時最初、こんな60センチぐらいで切っといて、川とかだとすごい長いんですけど、支笏湖でセミやるときはこれぐらいで切っといて、で結び終わったらこれぐらいになるみたいな、ルアーに直結するんでね。で1匹釣れるとほら結構傷んでるだろうから、ギリギリ上で切ってまた次結んでって、でどんどん短くなって、最後ほんと2、30センチになるんだけど、これぐらいまで来てもう最後終わるぐらい。家から出るときはしっかり結びたいから、僕下手なんでミッドノットを機械を使ってやるんですけど、あれ現場に持ってくのなんか邪魔くさいじゃないですか。なのでこれボビンノッターが一番小さいんで、これを持っていく感じ。こういう渓流はね。でも海桜とかでなんだろう、すごい風ビュービューとか、支笏湖でも寒い時とかもなんかちまちまやってられないんで、そういう時はなんだろう、もう P ラインをビミニツイストをして、であまりの余剰の糸あるでしょ、ダブルラインの、あれもうまく利用して三つ編みにして太くしちゃうんですよ。でそれとリーダーをもう電車結びにして、で、ガイドから巻き込まないんだけどね、それが一番早いから、なんか過酷な時はそれでやってる。
でも本当なんかね、カバンの中にね、いつもねこうやって替えスプール持って歩いてるんですよ。なんかあった時にもういちいちこんな時間取ってるよりもスプールとかえっちゃった方が早いんで、リール買った時は必ずスプールも頼んで予備にもう一つ買うんですよね、こうやって。これは SLP のやつなんですけど、わざと分かるようにこう種類を変えたんだけど、これで例えば海だとこう同じ仕様でもいいんだけど、桜マスだと1号と例えば 1.2 号とか 1.5 号とかにするとか、淡水だったらこれ08でフロールの8じゃないですか。こっちは革用に08でこう10ポンド12ポンドのナイロンを巻いとくって。するとこうすぐ帰れるし、場所移動した時も帰れるんで、支笏湖だとこうナイロンスプールとピーッと2つ持ってって、で最初に言ったみたいにナイロンで足りる時はもうナイロンの方が楽なんで、8ポンド直結の方が何をするにもバレないし強いんでね、8ポンドって。もうぶっちゃけこういうのくるくるやり、こうスプール2つ持ってった方がいいかなと思って、みんなね買った方がいいと思いますよ、これ。予備のスプールって。もうつけてある。するとほら、地合いの時になんかこうトラブった時にノット組むよりスプール取り替えた方が早いんで、すぐも使えるように。で後からちょっと釣れたりとか休憩の時とかに、切れた方はまたこういうのを使って結び直しておけばいいので。1個だともう致命傷を負う時もあるわけじゃないですか。こう転んで傷つくとか、中までこうトラブルでなんかやっちゃうとか、スプールは予備がねあった方がいいと思う。やっぱり車のタイヤと一緒だよね。